避妊の説明を避妊具の説明をしてる高校生にはいいテキストだった普通でこう机に向かっていざ漫画を描こうとすると描けないんですけど、授業中のその退屈って言っちゃなんですけど、辛い時間にこうガリガリ描くのがきっといいんですよね。そうするとすごいパワーが生まれるわけですよ。やっぱり同じように自分もこんな風に考えてる若者の一人だとか、こんなシュールなことを考えて絵にしたかったとか、とにかく表現したいっていう風にずっと思っていたので、そういう若者とかにはすごくうってつけな雑誌だったっていうか、一番刺激を受けやすい雑誌だったっていうか、だからすごい無我夢中で自分も描きましたね。ここはかつて青林堂という出版社があった場所。私が生を受ける8年前、この青林堂からある漫画雑誌が創刊されました。1964年、昭和39年、日本は東京オリンピック一色に沸き返っていました。戦後、ようやく日本人の海外旅行が自由化され、日本の国際化がスタート。海外ではベトナム戦争が激化し、日本でも大規模な反戦集会が行われていた年でもあります。その年、それまで貸本屋向けの漫画を出版していた青林堂は、神保町の別会社に間借りして、月刊漫画雑誌を創刊しました。やがてこの材木屋の2階に引っ越し、多くの新人漫画家たちが、このきつい階段をドキドキしながら登り、原稿を持ち込んだのです。まだ編集作業の匂いの残るこの小さな部屋で作られていたその月刊漫画誌とはガロ。創刊から33年、他の漫画雑誌と明らかに違った存在感で日本の漫画文化を支え続けてきたガロ。実は私もガロの大ファンなんです。そして今年突然33年の歴史にピリオドを打ったガロ。今日はガロのこれまでの軌跡をたどりながら、ガロに関わった人々の証言を聞きながら、今また復刊を目指しているガロの未来の存在意義について考えてみたいと思います。劇画ブームの先駆けとして誕生した異色漫画誌ガロ。この漫画誌の中で数多くの秀逸な漫画家やアーティストが紙面を賑わし誕生しました。ガロは最初漫画家白戸三平の新作を掲載する目的で青林堂社長永井勝一が作った雑誌でした。そもそもガロという氏名自体白戸の漫画のキャラクターから取ったものだったのです。創刊号は130ページで130円。1960年代に入って急激に衰えていく貸本漫画の世界。永井勝一はそんな時代、今までにない新しい漫画雑誌を求めてガロを創刊。次々と新しい才能を発掘していったのです。そして創刊4号目に白戸三平のカムイ伝が登場。この連載は毎号100枚を超える長編で、当時の世相を反映して多分に階級闘争の色を帯びていました。このカムイ伝によりガロは大きな骨格を得ることとなります。そして創刊当時からガロを支えたもう一人の柱として毎号欠かさず作品を発表していた水木しげる。白戸三平の長編に対して水木は短編を数多く発表しました。
ガロっていうのはね、一般の出版社と違ってね、多少情愛があったんですよ。一般の出版社っていうのは受けないとすぐパッと切る、これが鉄則ですから、もうそれこそねエコノミックアニマルですから、もうそこには人間的な情緒あんまりないですよ。ガロにはあったんですけどね、そういうあれは。で載せてもらえるしね。でそれは永井氏がね割とあれでいて理解があったんです、漫画家に対して。漫画家好きだったんだな。変な普通の人間でない人が多いからね、漫画家は。でそれを面白がってたからね、温かい感じはあるわけですわ。受け入れるね、そういうあれはあったんですよ。家族的な出版社青林堂、ここに多くの才能が集まってきたのです。そして10代から貸本漫画を描いていた柘植義治もその時代の代表的な作家でした。彼は当時水木しげるのアシスタントをしながらガロに作品を発表し始めました。